こんにちは。今日は私が100円ショップと無印良品で購入する旅行に使えるアイテムを紹介します。無印良品や100円ショップなどのお店で旅行グッズを眺めるのは大好きなんですが、でもむやみに何でも買うと結構なお金がかかるので、家にあるもので代用できないか、コスパは悪くないかなど常に吟味してから購入しています。そんな割と慎重派の私が購入してまた実際に愛用しているもの、次の海外旅行でぜひ使おうと計画しているものを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。それではまず100円ショップで購入したものを紹介します。今回私は近所で店舗が割と大きいセリアに行ってきました。まず1つ目はシャワーキャップです。こちらは10個入って110円になります。私はこれをシャワーキャップとしてではなくて靴を入れる袋として使っています。自分は旅行へは履いていく靴の他にサンダルとかきれいめの靴など複数持っていきます。靴の代わりに今スリッパを代用しています。これをシャワーキャップにこのように包んでスーツケースに入れて持って行っています。次はチャック付きの袋です。こちらはキッチン用品売り場に売っているものです。常備薬を入れたり、子供の歯磨きセットを入れたり、袋単体を旅行に持って行って旅先で使うなど、何かあってもいいのがチャック付きの袋です。空港の保安検査では液体物をまとめて透明の袋に入れておく必要がありますが、この袋で対応できます。100円ショップにはチャック付きの袋が文具売り場とキッチン用品売り場にそれぞれ違うものが売られていますが、個人的にはキッチン用品売り場にあるこういったフリーザーバッグと書かれたようなものが食品も入れられて汎用性があるのでおすすめだと思います。次にこちらは小さな水筒です。こちらは容量が 160ml のすごく小さな水筒です。1年近く前に同じセリアで購入しました。先日お店に行った時は 200ml ほどの少し大きめのものもありました。旅先でペットボトルは持ち歩くのが面倒だけど、子供が水を飲みたがった時用に少しだけお水を持っていたいというような時に、この水筒に水を入れて持ち歩けば荷物も重くなりすぎず便利です。そしてこちらが使い切りの台所用スポンジです。このスポンジには洗剤も染み込んでいます。なので旅先では水で濡らすだけで使うことができます。水筒などを持って行って少しだけ洗い物をしたいという時、このスポンジは小さく切り取ることができて、洗剤も元から入っているので濡らせばそのままささっと使えて、帰る時にはポイッと捨てて帰れるのが便利です。あるといろいろ使えるのがマスキングテープです。開けかけの食べ物や袋を閉じるのに使ったり、またガイドブックに付箋の代わりに貼ったり、また小さなコスメやシートマスクなどをぐるぐる巻いてまとめたり、使い方は無限大です。マスキングテープはセロハンテープとかと違って手で簡単にちぎれて剥がしても跡が残らないのが便利だと思います。もし皆さんで他にもこんな使い方があるとアイデアがある方はぜひコメント欄で教えていただきたいです。そして最後にこちら、熱で圧着するタイプのパウチ容器です。以前から SNS で見ていて気になっていて、今回初めて買ってみました。これまで旅行にシャンプーを持っていくときは薬局で売っている小分けのパウチを買うことが多かったのですが、滞在期間が長いとまあまあお金がかかるので、次回の旅行ではこのパウチにシャンプーを入れて持っていこうと考えています。20枚入りで110円でした。中はこのようになっていて、袋の中にシャンプーなどの液体物を入れて、その後ヘアアイロンなどで熱で圧着して封をして、使う時にはこの切り目から開けて使用します。セリアでは他にもヘアアイロン不要の閉じ口がチャックになったタイプも売っていたので、お家にヘアアイロンがないという方はそちらを購入するのがいいと思います。続いて
無印良品で購入した旅行アイテムを紹介していきます。日頃から愛用しているものも多いので、ものによっては今は販売していないカラーなどあるかもしれませんが、ご了承ください。1つ目はポリエチレン小分けチューブです。旅行に限らず普段からこの小分け容器にハンドクリームを入れて持ち歩いています。こうくるくるっと開けると入れ口があり、同じく無印良品の精油の香りハンドクリームヒノキ&ラベンダーの香りを愛用しています。そしてこれをこの中にギュッとトン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 として詰め替えるとかなりコンパクトサイズになります。飛行機の中や外出先で乾燥が気になった時にハンドクリームを使えるので便利です。次がナイロンメッシュペンケースマチ付きです。こちらは文具用品売り場でペンケースとして売っていたものですが、歯磨きセットの収納用に購入しました。メッシュの歯ブラシポーチも売っているのですが、こちらのペンケースの方が数十円安かったのでケチってこちらを購入しました。今のところ問題なく使用できています。またペンケースと売られているので中に小さなポケットがついています。お好みでこちらに小さいものを収納するのもありだと思います。ポリプロピレンつなげて使えるピルケースです。私は主にサプリメントを持参するときに使用しています。つなげて使えるとあるのですが、必要な個数だけ取り外して持っていくことができます。以前小さなチャック付きの袋にサプリメントを持っていったのですが、周りの甘い衣が砕けていたことがあったので、それ以来このケースに入れて持っていくようになりました。竹 100% ティッシュペーパーです。こちらは普通のティッシュペーパーなのですが、少し小さめのサイズになっています。1週間くらいの中長期の旅行に持っていきます。ホテルの部屋に置いてあるティッシュペーパーは国による違いなのか、ほんの少ししか入っていないなんてことが結構あります。そして特に子供がいるとすぐに使い終わってしまうんですよね。ホテルに言えば追加でもらえるかとは思うのですが、持ってきてもらうまでに待っている時間がもったいなかったり、またいちいちお願いするのも少し面倒だったりするので、一つ持参しています。以上になります。何か皆さんの旅行に使えそうなものはありましたでしょうか？他にも100円ショップや無印良品でこれ使えるよというものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。これからも旅行に関する情報を発信していけたらと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。